どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。今回はギブソンギターの弾き比べやっていこうと思います。ギブソンのですね、代表機種であるこちらのレスポールと、そのモデルチェンジバージョンであるこの SG ですね。はい。どちらももうギブソンといえばみたいなモデルなんですけども、今回トニークにですね、レギュラーラインのレスポールスタンダードと SG が入荷しましたので、はい。それぞれ特徴を解説して、比較して、サウンドチェックもやっていこうと思います。SG やっとできるの嬉しいですね。はい。全然トニークに入ってこなかったので、ということで早速やっていきます。本編どうぞ。まずはじめにですね、ギブソンレスポールとはどんなギターなのか解説していこうと思います。1952年ですね、ギブソン社から登場した、レキギターになってまして、ギタリストであるレスポールさんのシグネチャーモデルとして登場します。登場した当初はですね、ゴールドトップだったんですけども、後々にサンバーストのフィニッシュになりまして、それが58年からとなってまして、1958年から1960年までのモデルはもう非常に人気が高くて、バーストという愛称で親しまれていますね。もう憧れの一本です。以前見たデータだと、1959年製の、レスポールスタンダード、備品で7000万というふうな、はい。絶対買えないですね。そして木材見ていきますと、マホガニーバックでメイプルトップ。で、こちらのメイプルがですね、非常に美しいアーチの加工がされております。ネックがマホガニーで、指板がローズウッドというような、はい、組み合わせですね。そしてボディとネックにはですね、このバインディングがありまして、指板インレイはこのディッシュインレイ、ヘッドのロゴはパールとなってますね。かなり高級感のあるルックスですね。そしてスケールがですね、24.75 インチミディアムスケールです。で、このブリッジがですね、中央マチックとストップテールピースの組み合わせなんですけども、こちらが採用されたのは1956年からですね。このレスポールスタンダードなんですけども、スラッシュとか、ジミー・ペイジとか、あとザック・ワイルドとか、ジョン・サイクスとか、ランディ・ローズとか、松本隆弘さんとか、ギターヒーローの方が使用しているので有名な一本だと思いますね。アニメとかにも使われておりましたね。今回使用するモデルがこちらのギブソンのレスポールスタンダード 60s です。2019年に、はい、登場した新シリーズのオリジナルコレクションという風なのがありまして、そのレスポールスタンダードですね。それまでレスポールスタンダードっていうのはかなりモダンな仕様というか、ボディの内部に空洞があるチェンバード加工がされていたりとか、コイルタップとかフェーズスイッチとかを採用していたりとか、かなりモダンな仕様だったんですけども、このオリジナルコレクションからですね、原点回帰ということで完全ソリッドボディになったりとか、そういうコイルタップとかそういったものを全部廃したりとか、なのでカスタムショップのレスポールスタンダードにものすごい近くなったという風な感じですね。価格が中古で28万6000円で販売中でございます。続いて紹介するのがこちらギブソン SG スタンダード61です。1961年ですね、ギブソンの代表機種であるレスポールスタンダードのフルモデルチェンジ版として登場します。もう全然違う見た目になるんですね。当時の名称はですね、レスポール SG という名前で、はい、販売されておりました。ただですね、1963年に、レスポールさんとの契約が切れてしまって、名称がですね、レスポール SG から、普通の SG になってしまうというような、はい、流れです。でこの SG っていうのはソリッドギターの略ですね。でただこの SG、モデルチェンジ版という風な括りではあったんですけども、登場から、現在まで一度も生産が途切れていないという風なギブソンの中でも超ロングセラーの一本です。そして木材見ていきますと、フラットトップの、マホガニーボディですね。先ほどのレスポールはですね、アーチのかかったメイプルトップだったんですけども、こちらはもうマホガニーのみでフラットなトップになってます。でネックがマホガニーで、指板がローズウッドですね。そして違いで言うと、ボディのバインディングはなくなってます。ただネックバインディングはあってディッシュインレイでヘッドのロゴも、パールっていう風な、はい、仕様ですね。であと出た当初はですね、レスポール SG だった頃っていうのはトラスロットカバーのところにレスポールっていう風に、はい、印字がされていて、ちょっと憧れ的なものはありますね。レスポールって書いてあるトラスロットカバーのついた SG っていうのはちょっと憧れる一本かなと思いますね。そして、レスポールと同様ハムバッカーが2機搭載されていて、2ボリューム2トーン、3ウェイのトグルスイッチという風な。でブリッジが、ストップテールピースと中央マチックですね。出た当初はですね、こちらの中央マチックストップテールピースではなく、サイドウェイのアームだったりとか、トレモロユニットが採用されていたっていうのも特徴ですね。でこちらの SG なんですけども、ロックアイコンという風に言われているみたいです。見ての通りかなり特徴的なルックスで、ロックのギタリストの採用率も高い一本だと思いますね。映画とかでも使われていたりとか、あとアニメにも登場していたりとか、はい、皆様がいろんなところで見たことある一本なんじゃないかなと思いますね。とにかくですね、めちゃくちゃ軽くて、でこのダブルカッタウェイでハイポジションもものすごい弾きやすいっていう風な、ボディも薄型なのでめちゃくちゃ取り回しの効きやすい
一本だと思いますね。今回使用するのがこちらのギブソン SG スタンダードの61です。こちらの SG スタンダードなんですけども、1961年出た当時の仕様を再現しているというようなモデルですね。なのでビッグガードがこのスモールガードというものが採用されています。68年からですねラージガードになるので、それよりも前の仕様のモデルですね。でピックアップが、バーストバッカー61というものが搭載されておりまして、価格が中古で18万7000円で販売中でございます。先ほどの1960年のレスポールをモチーフにしたモデルと、こちらの61年モチーフの SG、 ちょうど切り替わった感じなんですよね。先ほどのレスポールスタンダード 60s から切り替わってこの形になるみたいなっていう風な、比較になりますので、どれぐらい音が違うのか、この2本セッティング同じにして鳴らしていきますので、よろしければ音聞いてみてください。それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？全然違いますね。もちろんそれぞれいいサウンドだったとは思うんですけども、 SG はかなりシャープな感じで鋭いようなニュアンスですね。レスポンスもものすごい良かったと思います。でレスポールはですね、それに対してやっぱり音がものすごい太くて、さらにサスティもものすごい長いなという風な印象がありましたね。同じレスポールモデルとして出たのにこうまで音が変わるっていうのは面白いなと思いますね。当時とかどうだったんですかね、世間の反応みたいな。レスポールニューモデル出しますって言って、これが SG が出てくるわけで、当時のこと知ってる人いたらぜひ教えてほしいですね。今2025年なんで、1961年登場なんで64じゃダメですもんね。生まれたてですもんね。16歳だとしても今80歳、80か。80歳がうちの YouTube を見ていただけるのが非常に嬉しい。そうですね。僕は嬉しいけど、はい。
いやすごい貴重だよね。やっぱりさ、はいそういうおじさんたちのはい昔の話とか当はい時の話ってすごい貴重で、いやそうですね、聞きたいですよめね。ちゃくちゃ面白いじゃない。当時の雰囲気ですよね。肌感覚というか気になりますね。話だけでも聞いたことあるみたいな方いたらぜひコメントしてみてください。ということで、いかがでしたでしょうか。 SG が良かったとかレスポールが良かったとか何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。SG 来ましたよ。はい。実は小沢もですね、昔所有したことがありまして、2011年製の、カスタムショップの SG スタンダード、61というかリーシュなのかな、持ってたことがあって、かなりこう思い入れのある一本だったので、今回こう入荷してきてめちゃくちゃ嬉しいです。で SG といえばやっぱりこのヘッド落ちっていうのがあるんですけども、これの対処法というか、ヘッド落ちってもともとこの SG ってごっついアームトレモロユニットがついてたので、それでこうバランスは取れてたんですけど、それがなくなってこのチューオマチックストップテールピースになったから、こういう風にヘッドが落ちてしまうっていう風になったみたいで、そういうヘッド落ち対策みたいなものを当時小沢もいろいろやってまして、やってたのがこのキャビティの中に鉛をめちゃくちゃ詰め込んでバランスを取るみたいなのを、はい、やってましたね。やってたっていう方いたらぜひコメントしてみてください。そういうヘッド落ちとか、デメリットというかそういった部分はある楽器なんですけども、この唯一無二の見た目で正直ステージ映えめちゃくちゃするんで、はい、いろんな人が手に取って弾いていただけたらなと思う大好きな一本です。もっと入ってきてほしいので、もし使ってないモデルとかあったらご相談いただければ高く買い取りますんで、よろしくお願いします。ということで、この動画面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-5-21 第2ロレアルビル201ですね。北ショップとニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。